こんにちは、としです。今回はチタンフレームに焼き色をね、つけた時の、動画をね、流そうかと思います。もう、この YouTube とか、Instagram とかでも、車体自体はね、こうお見せしてると思うんですけど、チタンブルーカラーにちょっとね、焼き色をつけてみました。難しかったんですよね。大きな失敗はしなかったんですけど、もうちょっとこうしたかったなみたいなところもあったりして、すごい難しかったので、今回の経験がね、誰かの役に立てばと思って動画にしてみました。一番最初から最後までノーカットで動画を撮ってます。まあ、さすがにノーカットでここに、載せちゃうと、もう多分1時間ぐらいずーっと焼いてるだけの映像になっちゃうので、早送りしながら、色の変化は途中でカットせずにお見せしたいと思います。さすがにね、25万のフレームにいきなりやって失敗しただと、ちょっと取り返しがつかないので、最初はチタンのキャニスターで試しました。僕は今、そこにコーヒー豆を入れたりしてるんですけど、キャニスターで練習した様子を簡単に最初映して、その後フレームの、焼いてる様子を映そうかなと思います。このね、チタンのキャニスターが届いたので、焼いていこうと思います。で、チタンマニアさんってとこのキャニスターです。一旦これで練習しようかなと思います。これはね、2000円、3000円ぐらいなんでね、そこの方からちょっと焼いていってグラデーションをつけていこうかなと思います。今回普通にここのコンロで焼いていきます。で、これ安全装置が作動しちゃうんで、たまたま持ってたこの五徳っていうんですかね、焼き台を使います。これはね、コーヒーの豆の焙煎をこう手でやってた時に使ってたんですよ。これをこの上置いとくと、この安全装置が作動しないようになるんですよね。これをこう置いて、ここにちょっと水を入れといて、で、焼くっていう感じですね。で、このトングと、あとこれですね。コーヒー豆の焙煎の時に使ってるグローブ。これを使ってきます。こうかな。で、さあ焼いていきます。これ乗っけちゃダメなのかなこれ。ここに。さすがに横着すぎるかなそれは。ちょっとずつ色ついてきた感じがするな。これ。ちょっと黄色っぽい。トングで持ってるからちょっと傷ついちゃいましたね。しばらく焼いてますが、まだこんな感じですね。まだ黄色っぽい。なるほど、こうなるのか。ちょっと銀色が出てきちゃったな。青が終わっちゃいましたね。終わって、銀色になっちゃったな。ちょっとこれもうやめた方がいいなと。こんな感じですね。わかりますかね、この下の方が銀色になってるんですよ、もう。ブルーというよりは、シルバーが多いですね、この周りの方とか。はい。今回チタンフレームを焼くにあたってこんな感じで準備をしました。このね、カメラ用の、三脚みたいな、なんていうんですかね、撮影用の幕をこう垂らすような、やつのところにハンガーをばらしたワイヤーをつって、その先に、バイクラックのね、なんかフックみたいなのを取り付けてます。まあなんか家にあったもので適当に作りました。で今回ヘッド周りだけを塗装するので、とりあえずこれで大丈夫かなと、思ってやってみました。まあ、結果的にこれで全然大丈夫でした。で心配だったのがここのヘッドにあるロゴですね。ヌースの焼き印というか、ロゴがあるんですけど、その熱を加えることでここが変な風になってしまわないかっていう、そこだけちょっとね心配でした。まあ、結果大丈夫だったんですけど、はい、この辺りはね心配してました。で今回使うガスバーナーはこれですね、1000円から2000円ぐらいだったかな、本当にその辺に売ってるやつです。これは、イオンで買ったんだったかな。キャプテンスタッグっていうところのガスバーナー
ですね。下のボンベをこう取り替えて使うようなタイプです。まず焼く前に表面をきれいにしたいなということで、パーツクリーナーを吹きかけます。パーツクリーナーできれいにします。これはね、ノズルが一体型になってて、結構使いやすいんですよね。これはホームセンターで買ったやつですね。こんな感じで、バーッと全体的にかけて、軽くウエスでこう拭き取りました。はい、じゃあ焼いていきます。ちょっとね、ピントが、フレームの方に固定されてなくて、手の方にやっちゃったりするんですが、ちょっとご愛嬌でお願いします。最初はね、これ、本当に初めてなので、ガスバーナーで焼くっていうのが、全然見当がつかなかったんで、どのぐらい近づければいいかっていうのもわからなかったので、ちょっと気持ち遠めでやってました。で、だんだんこの辺から黄色っぽくなってきたんですよね。ちょっとずつ黄色っぽくなってきました。ヘッド周りが全体的に、黄色というか金色というか、そんな感じになってきましたね。で、火の当たる範囲がすごく狭いので、これね、どうやったら均一に色が変えられるのかなっていうのはこの時点でちょっとね迷ってました。ここちょっとピントが合ってなくて申し訳ないんですけど、結構ね近づけてやってみたんですよ。そしたらね色の変化がちょっと早すぎましたね。これはちょっと焦りすぎましたね。結構せっかちな性格なので早く色変わんねえかなと思って近づけちゃったんですけど、これがね結局ムラの原因になったかなと思います。ちょっともう紫になってきてますね。黄色茶色になってすぐ、その後は紫になったイメージです。いやでもこれピントがずっと合ってないの本当残念ですね。申し訳ないです。もうなんかチタンフレームを焼くっていう緊張でもうカメラの方結構あんまり意識してなくて、もうとにかく失敗したくないっていう気持ちでやってたので、こんなになってます。はい、全体的にヘッドのね前側は紫になってきましたね。でここでブルーになってきてます。下の方がブルーになってきてますね。でこれちょっと下手くそだったなと思ったのは、全体的に同じ色の変化をさせていけばよかったんですけど、全体黄色にして全体紫にして全体青にしてってやっていけばよかったんですけど、こう先に一部分だけ青になっちゃったりとかそういう焼き方をしてしまったので、これはちょっとね下手だったなと思います。でそれをちょっと挽回しようと今全体的に、焼いてますね。この辺から全体的に紫と青になってきましたね。なんかこの色でも結構いいですよね。この色もいいなと思います。特に紫系とか好きな方はむしろこの辺の方がいいんじゃないかなと思いますけど、僕は個人的な好みでブルーが好きで、それも水色寄りのブルーが好きなんですよ。なので、紫で止めるつもりはなくて、もうちょっとこう青にしてさらにこう青白い感じ、ブルーにしたいなと思って、続けています。あとはこのサイドですね。横の方がね結構難しかったですね。パイプとパイプとパイプ、このパイプ3つがつながってるわけじゃないですか。ここをなんか均等に
熱するっていうのがすごい難しくて、熱したくないところまでこう熱がいっちゃったりとか、ちょっとそういうのがあってすごいムラになりやすかったので、この辺のね入り組んだところ、狭いところっていうのはかなり難しかったです。で、一応苦戦しながらもなんとかこう全体的に水色のブルーにして、少しグラデーションをつけるっていう感じでね、これでほとんど完成してますね。はい、こんな感じで焼き上がりました。ちょっと気になるところがあって、この右側のこの指さしてるところなんですけど、ここがね若干黄色っぽくなってるんですよ。この映像だと分かりにくいんですけど、ちょっとね黄色くなっちゃって、そこが残念だったなっていう、そのぐらいですかね。あと全体的にちょいちょいムラはあるんですけど、遠くから見てもそんなに目立たないし、個人的にはいい感じになったかなと思ってます。はい、という感じで、思ったより簡単だなって思った部分もあるし、難しかったなと思った部分もありまして、やっぱり時間をかけてじっくり焼いていくのが良さそうですね。あと、知り合いの、溶接屋さんがおっしゃってたのは、なんか最初に灯油を塗るといいみたいなことを言ってました。車のマフラーを焼くときとかになんかやるらしいんですけど、灯油をこう塗って火が回りやすくするのかな、なんかそういう方法もあるらしいですね。僕はね、車とかそのバイクとかそっち系は全然知識がなかったので、初めて聞いて、そういうやり方もあるんだと思ったんですけど。でも、灯油を扱うときは結構その分注意も必要になると思うので、やるときはちょっとね、ちゃんと調べてから自己責任でやってほしいなと思います。今回みたいに、そのガスバーナー使うときもね、本当に気をつけないと引火するものが近くにあったりとかすると危ないので、気をつけてください。僕の場合は駐車場でね、仮にバーナーが手から落ちたとしても何にも燃えないっていう状態でやってたので、一応安全性は確保してましたけど、ちょっと手袋はね、防煙の手袋を使ってなかったんで、そこは良くなかったですけどね。皆さんももしやる場合は十分注意してやってみてください。意外と色の変化に関しては、スピードが速くなかったので、そこはやりやすかったですね。チタンの色を変えるのって、焼く以外にも他の化学反応で液体につけてとかで色を変えることができるんですけど、それだと結構急激に色が変わっちゃうんです。焼いていって色の変わるスピードがこんぐらいだとすると、もう液体につけて電気流したりとかっていうやり方だとバーンって一気に色が変わっちゃうんで、そっちの方が難しそうだなと思いました。で、あとなんか、焼いて色をつけた風合いの方が僕は好きで、液体につけて電気流してってやつだと、良くも悪くも綺麗すぎちゃうんですよね。ムラがゼロっていうのも、それはそれでなんか味がないような気もしちゃって、どっちも良し悪しだと思うんですけど、僕の場合はなんか焼き色の方がちょっと自然な感じがして好きですね。色の変化っていうのが黄色っぽくまずなってって、茶色っぽくなって、紫に変化して、その紫からブルーになってって、水色、白っていう感じなんですけど、で僕はここの白で止まると思ってたんですよ。勝手な想像で。ここはちょっとあんまりちゃんと調べられてなかったのが良くなかったんですけど、白の先に行くと、ちょっと黄色っぽくなってきちゃうんですよね。これをね、ちょっと知らなくて失敗したところがちょっとあります。はい。白で止めたかったのに若干黄色になっちゃったみたいなところがあって、残念なんですけど、全体的にはうまくいったかなと思います。あと難しかったのはやっぱりパイプが3つ繋がってるような形状で結構複雑なんで、この凹んでるところに火を当てるのとか大変だったり、この形状のものに全体に均一に熱を与えるって難しいんですよね。しかもバーナーもある程度細い火しか出ないので、ずっと動かして、均等に熱を与えるっつってもなかなか難しいところがあって、最初練習したチタンのキャニスターはまだね、ただの筒っていうかコップみたいな形状だったんで、まだ良かったんですけど。なので、ちょっとね、つなぎ目とか、火が当たりにくい部分は、紫っぽくなってたり、紫寄りの青みたいになってるんですけど、
まあそれはそれで、このムラがまたちょっと味になってていいかなと思ってます。という感じで、大きくは失敗しなかったので、おおむね満足です。もしチタンパーツ買って、なんか、焼き色つけてみたいなっていう人がいたら、この動画のね、この色の変化具合っていうのを参考にしてもらえたら嬉しいなと思います。動画は以上になります。この YouTube 以外にもブログとかも書いてます。ブログの方がね、頻繁にアップしてますね。最近はBMX 関係の話以外にも、なんかアウトドア用品、夏向けのね、ポータブル冷蔵庫だったりとか、クーラーボックスだったり、夏向けの T シャツの話もしたりとか、なんかいろんなのを載せてます。あとは、そうですね、インスタグラムとか、ノートとか、スタンド FM とか、いろいろやってますので、気になる方はそっちも見てみてください。では今回は以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございました。さよなら。